どこまでこの刀に命かけれるかいうことですよね。もうおじいさんですよ。いらっしゃいませ。こんにちは。おはようございます。すいません、今日よろしくお願いします。はい、わかります。お名前伺ってもよろしいですか？上田典人です。本名は、投稿名は菅空です。もともとここ刀を作っていらっしゃる。刀と日本刀包丁、要するに刀の同じ玉鋼を使って包丁をしてるんですね。刃物まで入れて。はい、もう作られて何年目になるんですか？独立して50年です。もう半世紀。半世紀。でもお名前伺ってもよろしいですか？私山本と言います。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。川本です。よろしくお願いしまよろしくおす。願いします。早速なんですけど、はい。これなんていう製法なんでしょうか？これは刀製鉄。これは玉鋼作るのに5分ごとに炭砂鉄と入れます。これはもう1200、300年前はこういう方式で作らんことをしてます。ああ、そう。これって準備し始めて大体今どのくらい何時間ぐらいになるんですか？昨日から火をつけてた。で、今朝はもう4時半から。またちょっと見てみましょうか。はい。こういう砂とかが混ざってるでしょ、はい、いろんなものが混ざってますからね。そういうものが鉄にならないものがこうして交際カスとして出ててね。はい、よし、あげますよ。はい、これで。はい、やめて。はい。あげます。あんまりあげるな。はい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 。あげて。はい。いける。いくよ。はい。
普通の包丁のその製造方法と比較してどういった違いがあるんですか？これ見られたように炭ですよね。炭でしてるから不純物が入らないわけです。近代製鉄はこの炭が高いから石炭使うんですよ、コークス。だから鉄の中にリンニオンが入りますからすぐ下げるし脆くなるんですよね。そこの違いです。この撮影で作っていただく包丁はどの包丁になるんですか？これが文化包というんですよね。これも砂鉄の配合はこう企業秘密でちょっと言えませんけれど、国内産業のもう間違いありません。どういったところが特徴的なんですか？もう切れ味です。要するに切れてなんぼですから包丁はね。で普通は割り込めた刃先だけですからね。これはもうこの上まで全部使えるんですよ。なくなるまで 100% 玉鋼です。全てそうです。うちの場合は砂鉄の種類でいうと今何種類ぐらい揃えているんですか？やっぱり50種類ぐらいあります。すごい量ですね。いろんな都道府県の砂鉄がありますね。これまた全然違うんですか？都道府県によって砂鉄によって切れ味のいいやつとか切れ味のちょっと落ちるとかいろいろあるんですよ。粘りあるけど切れ味が落ちるとかいろいろありますから、それをミックスすることによって一番粘りもあって切れ味のいい鉄をそのミックスで作り上げるわけです。うちらの場合はこういうものをこれ全部分析表です。内容がどういうものが入ってるかいうこと。そう、砂鉄の中にですか？そうそうそう。これを鍛えます向こうでね。あ、わかりました。これで松積みです。松積みですか？これは岩手県なんですよ。寒いわけです。だからそのじゃあ大きくなっていく。けれどこっちの岡山県などは暖かいでしょ。だからもうブクブク太ってこの年輪の間隔が広くなるから火力が出ないんですよ。値段が3倍の差があるんですよ。あ、3倍もあるんですか？あります。で、どうしてこう高いものを選ばれてるんですか？けどいいものを作らないかんでしょ。本当に鉄を鍛えていくのにはこういう炭の方がいいんです。いいものができます。だからこれでいくと鉄でもね、家庭だったら10年使ってもね1ミリしか時計ありません。1ミリ？はい。だから100年は軽いですよね。親子3代いけます。あれがなくなるまで使える包丁が。やっぱりそれはこの炭でなかったらダメです。だから安く売るんだったらそれはね安いだけ使えばいいけれど、やっぱり長く大事に使ってもらおう思ったらいい炭使わなんならやっぱりダメですよね。この機械ハンマー50年使ってます。でメガネ炎の色と火花で中の鉄の温度を判断してるわけです。火花はこれはポツポツは表面についている小さな酸化鉄が燃えてるわけですよね。本体が鉄が燃えるともっと大きな火花になりますから、そこまで行くと鉄が減りますから。
温度が低いとくっつかないし、高すぎると今度これが飛べてしまいますからね、非常に難しいんです。はい、くっつきました。鉄と鉄が溶け合うところでいいから、溶け出してしまうと液体になるでしょ。くっつかないんだよね。この判断が難しいよね。だからこの炎の色と火花を見ていくわけね。統合試験では一番最初にここがくっつかなかったらもうアウトです。これは年に一遍しか試験ありません。落ちたらまた1年後です。昔はね、一遍落ちたら試験受けれないんです。試験一遍受けたらもう刀鍛冶になれないでしょ、落ちたら。それで自殺する子が出たりするんですよ。けどそれではまあちょっと問題あるもので、今文化庁では一遍試験が落ちてもまた来年何回でも受けれますということになってるんです。6回から7回折り返しをいきます。水を吹きかけている理由って何かあるんですか？水蒸気爆発です。爆発させることで、することによって表面に酸化鉄があるんですよ。それを飛ばしてるわけ。これ放酸といって表面の酸化鉄を流す役目なの、きれいにする。それとともに鉄をくっつける役目、2通りあります。どういった感情、気持ちで作ってるんですか？どうすれば切れる鋼を作れるかいうここで鉄を沸かしてもこの温度一つで鉄の組織が違いますから。島根で作ってる玉鋼は一種類だけです。うちたくさんあるでしょ。その種類ごとに違いますからね。それを考えながらやっぱり作らなんだら切れるものができません。アクと泥をつけて火の中へ入れても直接火が当たらないわけね。稲わらですね、仕事する時前もってこれぐらい作っとくわけですよね。先ほど泥つけは泥沸かしなんです。でこれはアクだけつけるからアク沸かしなんです。
暑いな。気体回数が多いとあまり火花も出さず燃やさずいきますけれど、気体回数が少ない時は竹をあれぐらい強く沸かして不純物をもう飛ばしきっとかなんなら鉄の中へ噛み込むんですよね。だからこういう砂鉄の種類によってどういうものか見分けていかないかん。それが今度炭素量もこれまた問題になってくるんですよね。何種類ぐらい玉鋼って作れるんですか？作ろうと思50はえば作れます。50は作れるんですか？種類の違うものはね。手で叩いていきますからね。これちょっと待って。はい、これでいいです。これでね、火花試験で見て、これいちいちその分析機かけなくても火花で炭素量がどれだけあるか、あそこの表にあれも載ってたし、あそこ壁張ってたら、ちなみに今の火花の量で 1.0 気体回数がちょっと普段より少ないから炭素量が高いんです、そうなると焼き入れ温度と水温を高めにせなんで、焼き入れ温度低く水温を高くせなんだら割れたりするんですよね。これを火造り言うんですよね。この作業形にしていきます。いきますよ。これ形にします。酸化鉄をきれいに取るんですよね。
包丁の形になったでしょ。年がいくとね、耳が聞こえなくなるし、目が見えなくなるし。これを辻置きと言います。これで刃文を作る工程になりますね。こういう刃文を作るわけですね。のたれ帳ですね。のたれ。でここは焼きが入るわけですね。だから土を薄く。でこの焼きの入ったら困るところは土を厚く塗るんですよね。でこれを乾かしたら焼き入れします。はい。普通は刀だったら外でね、太陽の光線で乾かすんです。はい、これを置きます。湯を沸かします。炭素量が低いと冷たい水でいく。炭素量が高いです。1% ありますから。またこの湯の温度を高くしてから湯の中入れた時パチンと割れるんですよ。ここが一番難しいところ。焼き入れですか。世の中へ出るか出ないかいうところですよね。やっぱり明るいところで見るのと暗いところで見るのと違うでしょ、色が。だから全部暗くするわけです。こういう粗い墨だとこれが擦れてこの土が落ちるわけですよ。落ちるとこう刃文にならないんです。これで小さいこういう墨はこうだったらこう擦れても落ちないでしょ。だからこれでいくわけ。はい、電気消して。はい、行きますよ。これがヤスリです。はい。ね、これで柔らかかったヤスリかかります。硬いとヤスリかからないんですよね。滑ってるでしょ。かからない。これがかかるようではダメなんです。
こうするとこ曲がってるでしょ。わかりますか？すべでこれを曲がりを今度は焼いて直します。だいたい焼き戻しといって180度の温度で戻すんですよ。もうこれは科学的にも証明されてることです。まああとはね、もう自分の感覚でいくんですよ。一箇所に置いとったら一箇所だけ焼き戻りますからね、全体的にこうかけていく。でこれであとベルトサンダーで研いで、それから手研ぎでいきます。はい、うちも満身創痍なんです。筋は2本切ってますし、これ神経がやられてるし。これ刃文がこう分かります？はい。だから日本刀棒というね、日本刀と同じその焼き刃文があるいうことですね。これはね、刃をつけていく工程です。口では分かってるんですなかなか。ちょっと抜こうか。年寄り臭いでしょ。よいしょ。よいしょ。初めより刃がついてきたでしょ。で今度これで次の砥石していくわけ。この砥石は何が違うんですか？目の粗さが少しずつ細かくなっていくんですよね。これ入れとかないか。これ大体何番手とかって？これ1000番。1000番です。これ6000番。あ、6000番もあるんですね。いやまだあります。1万倍。これ6000番。これで刃の切れ味を良くするんですよね。はい、
親方のこの印象っていうか、はい、男気を感じますよね、うん、人には優しく自分には厳しく、うん、やっぱりうまくできない時はちょっと山本君変わってみこうやってするんじゃとかねいうことを言って、うん、よく教えてくれます。普通はこういうことはしないけど、まあ師弟関係長いからこうやってするということで、もう師弟関係で言えば大体何年ぐらいになる？39年ほどなります。はい。ね、やっぱりいい指導者に巡り会えたということになりますよね。恩返しというか親方を周りから支えていきたい、ここがもっと大きくなるようにそういうことでやってます。やっぱり男らしい人格者で、技術力ももちろん世界でトップで、なおかつその愛国心があって、もう何を言ってもこう温かい言葉で迎えてくれるっていう素晴らしい人だと思います。やっぱり親方も誰かのお世話になって技術を学んで僕に教えてくれてる。だからそれは同じように僕も誰かにこの技術を教えてあげないといけないっていう責務ですかね。恩返しって呼べるようなことは親方が生きてる限りできるのかどうかわからないですけど、やっぱり一番は技術、親方の考え、生き方、作品をちょっとでも吸収して同じものを作る、ないしは自分が死ぬまでには親方を超えたものを作りたいと思ってます。それが一番の恩返しだと思います。確かに。だからもう最後の元気でもう一回弟子を育成しよう思ってますからね。おいくつですかもう今78歳ですもうおじいさんですよ。まだまだ負けませんよ若い者には。いいですね。もうそうしていかなんだらね、結局国がこういう職人、日本の文化伝統を応援しよういうスタイルがないから、だから我々自分の身銭を切ってでも弟子を育てていかなんだらこの日本刀の文化は残らないんですよね。こうどっからその原動力っていうか出てくるのかなと思ったんですけど。どうだろうか、やっぱり好きなんだろうね。やっぱり好きでなかったら続かない仕事ですよね。好きだから僕らもできると思います。やっぱりどこまでこの刀に命かけれるかいうことですよね。